ご視聴ありがとうございます。今回は国内唯一のとある取り扱いのご紹介です。その取り扱いが行われている都市が抱える構造的な事情と例外や注意点も多いその取り扱いの内容を全部まとめてお届けします。いろいろ伏線のある構成なので展開を推理してみてくださいね。私が今乗っているのは山陽新幹線の上りのぞみ48号東京行きです。発車したのは新山口駅。接続する山口線の国鉄型機動車キハ40系列が並ぶのを見ながら先を目指します。山陽新幹線は新大阪駅から博多駅までを結ぶ路線。新大阪から東では東海道新幹線、博多から西では九州新幹線と乗り入れています。新山口を出て1時間半、列車は西明石駅を通過です。最高時速300キロの山陽新幹線ですが、通過速度は時速260キロほど。フルスピードではないようです。客室両端の液晶ディスプレイには、日本語と英語で通過の表示が流れます。私がこの列車に乗って向かうのは、新山口から13駅先の新神戸駅です。新神戸駅の開業は1972年3月。山陽新幹線の岡山新大阪間の開通に伴って開業した駅で、新幹線に複数見られる地元の西岸などによって後から開業した駅ではありません。東海道山陽新幹線においては、東海道新幹線の熱海駅と並び、上下線が1本ずつしかない駅となっています。これは、もともと山々が海岸線に近い場所までせり出す地形の関係上、この駅自体が山岳地帯の切れ目にはめ込むように設けられ、ホームの前後すぐにトンネルが迫っており、対比線を設けられなかったためです。また、新神戸駅は断層の上に位置しており、ホームは地形の変化に対応できる構造で設計されています。今の下りとカットは、後々二重の意味で重要になってきますので、覚えておいてください。新神戸に到着です。東海道山陽新幹線の中では珍しく、ホームはアスファルト舗装になっています。新山口から1時間40分ほど、時刻は18時半、すでに日は沈んでいます。この駅に停車するのは、こだま、ひかり、のぞみ、そして2011年の九州新幹線全線開業時に設定された桜、そしてみずほの5種類。93年に山陽新幹線ののぞみがデビューした際は、一部の列車が停車していたのみでしたが、2003年10月のダイヤ改正で、定期ののぞみの全列車が停車するようになりました。現在では九州新幹線に直通する列車も含め、すべての営業列車が停車します。なお、これはのぞみの登場前も同じ。のぞみ以前の最速立ち種別だった光の全列車が停車するようになったのは、96年3月のダイヤ改正の時です。85年頃までは、この駅に停車する光の本数は2つ隣の姫路駅と同程度であり、時間の経過とともに、駅の重要性が増していったことが伺えます。今のホームドアは2台目で、2018年から19年にかけて設置されたものです。初代は開業およそ6年後の78年に設置されたもので、当時は通過列車もあったため、ホームの端から離して設置されていましたが、2台目になった時には全列車が停車するようになっていたため、ホームの端ギリギリに設置されています。駅員はそのホームドアの外に出て、安全確認を行います。足元を見ると、ホームドアの位置が変わったことがわかりますね。ここからさらに移動します。コンコースはホーム階の一つ下。改札は1カ所のみで、営業列車すべてが止まる駅の中では、比較的コンパクトな施設です。かつては多様な編成の列車が運行されていた山陽新幹線も、今では4通りのみになりました。一方ここから少々離れた場所には、山陽新幹線の岡山新大阪間の開業50年を記念して、新神戸を含む3駅の歴史を記したボードがあります。そしてこの駅の改札には、ある特徴があります。ここには在来線に乗り換えるための構内改札はなく、駅の外に出る改札しかないのです。この新神戸駅は、山陽新幹線の単独駅です。神戸周辺は、山々が海岸線の近くにまで迫っているため市街地が密集しており、在来線に沿うように新幹線を通すことができませんでした。そのため新神戸駅では両者の接続が取れず、駅内での乗り換えができません。そしてこの地形は、新幹線と在来線の接続だけでなく、他のところにも影響しています。
平地が少ない神戸では、都市を拡張するために埋め立て地の開発が進められ、それらにアクセスするための新交通システムも建設されました。以前別の動画でご紹介したポートライナーと六甲ライナーがそれであり、特にポートライナーは日本初の本格的な新交通システムです。いずれも起点近くの区間では前方に山々がそびえており、六甲ライナーの起点あたりで車窓から見える住吉川は見た目も急流で、JR 神戸線の線路よりも高い場所を越える天井川と呼ばれる川です。このような地形の関係上、新幹線を在来線と同じ駅にできず、新神戸駅は国内唯一の特徴を有することになりました。それがこの切符。この切符には、新山口、新神戸、市内との記載があります。注目すべきは、この市内という記載。これは自動券売機や改札機が今より普及していなかった頃、乗車券の販売を簡略化するために作られた制度です。東京や大阪など、11の都市内にある駅と、その都市内の中心駅からの営業キロが201キロ以上ある駅との間では、一部の例外的な経路を除き、中心駅同士の営業キロ数で運賃を計算します。東京だけは他と異なる名称になっていますが、制度の趣旨自体は同じです。例えば広島市内の場合、中心駅は広島駅です。ところが、例えば広島駅の隣にある新白島駅から、京都市内の中心駅である京都駅の隣にある山科駅までの乗車券を買うと、運賃は広島京都間の営業キロで計算されるため、両駅間の運賃のみで大丈夫。新白島広島間と、京都山科間の運賃を別途支払う必要もありません。同じ市内や特内での途中下車ができない制約がありますが、これによって乗車券の発券は簡単になります。ここに映っている東京駅周辺の路線図においては、多くの駅が東京都区内の対象で、長距離の切符では東京駅で運賃計算をします。乗車券の販売に手間がかかっていた頃に制定された制度で、経路によっては逆に割高になるなどの弊害もありますが、制度自体は今日まで存続しています。ただし神戸市内だけは、新幹線と在来線が接続していないため、直接乗り換えることができません。乗り換えには、他の交通機関を利用する必要があります。新幹線の改札を後にして、接続する路線の通路をひたすら進みます。床面にあるリボン状の案内は、ハイウェイバスと地下鉄の2つ。私が乗るのは地下鉄です。最初のうちは殺風景な通路ですが、地下に入るとおしゃれな雰囲気の通路になります。照明や床面のタイルなどに、こだわりが感じられますね。この通路を奥で右に曲がった先にあるのが、ここから私が乗り継ぐ路線、神戸市営地下鉄、西新山手線の改札です。これは神戸市内を U 字型に貫く、全長 22.7 キロの路線です。なお、ここから三宮方面に向かう西新山手線と逆側の北新線は、かつて北新急行という私鉄の路線でした。運賃の高さなどが災いして業績不振になったため、2020年6月に神戸市営地下鉄に移管されました。駅構内に入り、停車中の車両に乗ります。これは、2019年にデビューした神戸市営地下鉄の最新型、6000型です。ドア上には2画面タイプの液晶モニターもあり、ぬるぬる動くアニメーション搭載です。私が目指すのは JR 線と接続する隣の三宮駅。所要時間は2分程度と短いこの駅、乗り換え路線の多さを見ても、このエリアで有数の規模を誇る駅だとわかります。駅名に副名称が付けられているのが、公営地下鉄あるあるですね。三宮駅に到着です。この駅のホームは上下2層式、こちらが下で、反対方面が上です。JR などの接続各線への乗り換えは、ホーム後方のエスカレーターを上がった先にあります。神戸市営地下鉄最大の駅だけあって、改札機もこの迫力。ここから地下通路を通り、JR 神戸線に乗り換えです。このルートでは一度屋外に出るのがちょっぴり残念ポイントですが、やはり駅周辺は賑わっています。なお、先ほど触れた制度において、神戸市内の中心駅は名前の通り神戸駅ですが、賑わいがあるのは三宮駅の方です。乗降客数も神戸駅が7万2000人ほどなのに対し、三宮駅は12万5000人と大きく差がついています。
私が JR 神戸線に乗り換えて向かうのは、この3駅隣の兵庫駅。以前別の動画でご紹介した JR 西日本の盲腸線、和田岬線との接続駅で、三宮駅からの運賃は160円かかります。ちなみに JR の三宮駅は、のの字が入った3文字表記ですが、地下鉄や私鉄各線にはのの字がありません。休日の夕方ということもあって、構内は混雑しています。通勤列車で最速達種別の新快速は止まらないので、普通列車で向かいます。この車両は4つドア。車両によってドアの数が異なるため、開口部を広く取れるロープ式ホーム柵です。大都市圏ということもあって駅間距離は短く、三宮から6分で兵庫駅に到着です。ホームドアやホーム柵の類はないらしく、三宮駅に比べてやはり人が少ないですね。時刻は19時半過ぎ。接続する和田岬線はこの下にホームがあり、神戸線とは場所が離れています。ユニークな運行形態で知られる和田岬線はダイヤが特殊で、土曜日の終電は20時5分。まだ終電は出ておらず、ホームにも入れますが、和田岬線の動画はすでに公開していますので、ポートライナーや六甲ライナーの動画と合わせて、概要欄から見てくださいね。階段の横に唐突に現れる難読駅名クイズを眺めてから、改札の外に出ます。全部で8駅あるようですが、この駅名、皆さんは全部読めたでしょうか？自動改札機に切符を入れ、そのまま改札を抜けます。なんだか閉まらない展開ですが、ここで鍵になるのは、新神戸駅から三宮駅、そして三宮駅から兵庫駅までの移動に使った手段。これは、私が三宮駅で改札を入った時のカットです。そして兵庫駅の改札機に入れたのがこの切符。そう、新幹線に乗る時に使ったのと同じものです。この種の切符では、原則として県名にある特内や市内での途中下車はできず、駅の外に出るときは、改札機で切符が回収されます。それなのにこの切符で兵庫駅まで来られるのには、神戸ならではの特例と、駅の改札機に秘密があります。実は神戸市内には、全国唯一の特例があります。今回のような、神戸市内を目的地とする切符の場合、新神戸駅で一旦改札を出て、地下鉄などを乗り継いだ上で在来線に乗り換え、神戸市内の駅で下車できるのです。この時切符は回収されず、同じ切符をそのまま使うことができ、私が使った切符にも、新神戸、特別下車と赤字で書かれています。そして新神戸駅の改札口にある改札機のうち、向かって左の黄色い2台が、この乗り換えに対応しています。この改札機には、神戸市内の切符は出てきますと書かれている一方、それ以外の改札機には神戸市内の切符は回収されますと書かれており、切符が出てこないので注意が必要です。据え付け角度の違いや改札機本体、そして案内看板などで利用客にアピールしています。なお、逆に神戸市内発の乗車券の場合、新幹線のすべての改札機から入場可能です。そしてもちろんこの取り扱いは、制度の趣旨を踏まえたものです。新幹線の改札で切符が回収され、在来線では別途運賃が必要になるようでは、神戸市内の取り扱いの意味がないからです。乗り換え改札へのルートは駅構内の床面にもリボン状の案内で示されており、初めて利用する人にも分かりやすいように配慮されています。そしてこれは意外なところでも案内されています。車両の音もあって聞き取りづらかったと思いますが、序盤のカットで私が新神戸駅の歴史をご紹介していた時、後ろで流れるアナウンスの中で、この改札機の存在に触れられています。また、この取り扱いには複数の注意点があります。まず、この乗り換えは同じ日のうちに行う必要があります。そして新幹線と在来線の乗り換えに使えるのは、こちらの4駅のみ。いずれも市内の中心部の駅ですが、元町駅だけは市営地下鉄と接続していないなど、少々謎が感じられるチョイスです。また、乗り換えに時間制限はないため、神戸市内で遊んでから在来線に乗り換えるのもありですが、先ほどの4駅以外では在来線の改札には入れません。今回とは逆に、兵庫駅で入場することはできないというわけです。また、神戸市内発の乗車券の場合、この4駅以外で在来線の改札を出て乗り継ぐことはできません。そしてここで使用する乗車券は、JR 線でのみ有効です。
当然といえば当然ですが、あくまで JR 線の利用の利便性を確保する制度なので、市営地下鉄やその他の交通機関をこの切符で乗ることはできません。利用者が勘違いすることが多いらしく、市営地下鉄の改札口では巨大看板でアピールされ、改札機にはステッカーも取り付けられています。なお、例外制度とは少々ずれますが、市内や特内の範囲は、行政区分とは必ずしも一致していません。神戸市内の場合、福知山線の道上駅も神戸市内ですが、一旦神戸市の外に出ることもあり、神戸市内の範囲には含まれていません。同様の取り扱いは福岡市内にもあり、地下鉄の開業で飛び地になった筑肥線の駅が対象外となっていたり、京都市内では逆に、行政区分上は京都市内にはない保津峡駅が京都市内に含まれているなど、興味深い制度です。全国に路線網を有する JR ならではの制度とその例外。神戸に行くときは、皆さんも試してみてくださいね。ご視聴ありがとうございました。